終末の時に起こる不可視の事象、外部に関する預言者の預言。アッターの使徒ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれは、審判の日の兆候、印の一つとして、かつて羊飼いだった者たちが建物の高さを競い合うようになることを予言されました。彼はこう仰いました。裸足で裸同然の貧しい羊飼いたちが、高い建物を競って建てるのを見るようになることが兆候である。裸足で裸同然の貧しい者、これらは、すべて極貧の状態を表す形容です。羊飼いたち、羊を追って生活していた人々です。彼らに経済的な大転換が起こり、建物の高さを競い合うようになるという予言です。高さを競い合うどちらがより高く、より多くの建物を建てられるかを競い合うことです。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれが、これら、裸足で裸同然の貧しい羊飼いたちとは誰のことかと問われた際、彼はこう答えられました。アラブ人である。つまり、この建物の構想か競争はアラビア半島で起こるという予言です。今日、皆さんはアラビア湾岸諸国がいかに巨大なコンクリートの摩天楼群へと変貌したかを目にしています。現に、人類が地上に建設した最も高い建造物である、ブルジュ・ハリファは、今日のアラブの地に立っています。建物の高さを競うことは、湾岸諸国の都市の顕著な特徴となりました。これは、彼の預言者としての正当性を示す確固たる証拠、印の一つです。不道徳の蔓延と知識の消失。また、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは、終末の兆候として不義、貫通不倫の蔓延を予言されました。審判の日の兆候には、次のようなものがある。知識が去って無知が定着し、酒が飲まれ、不義、ジナーが公然と行われるようになることである。知識が去って無知が定着する。ここでの知識とは、宗教的知識イルム、アッシャルイを指します。実際に学者は減り、知識を志す学生も少なくなりました。新しい世代の間で、信仰の根本に対する無知がこれまでの歴史にないほど広がっています。酒が飲まれ、不義が公然と行われる。世界的な不義の蔓延について言えば、人類の歴史において、今日の西洋社会のような形で行われたことはかつてありませんでした。かつては西洋の歴史においても嫌悪されていた不道徳な行為が、現在では公然と受け入れられています。不義が蔓延し、ポルノサイトが溢れています。このハディースにおける知識の消失と不義の蔓延の不思議な相関関係に注目してください。宗教的な知識が失われると、道徳的な腐敗が始まります。学者が少なくなれば、人々は無知な指導者を仰ぎ、彼らが知識なしに法解釈、ファトワを下すため、心から神への畏怖が消え、人々は恥知らずな行為に走るようになるのです。アッターが次世代の若者たちを守ってくださいますように。また、人々が公衆の面前でロバのように交わる、人目をはばからず不道徳な行為を行うようになるまで、審判の日は来ないとも予言されました。アラブの地の緑化。さらに、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは、審判の日の前にアラブの地が再び牧草地と川に戻ることを予言されました。富が増え、溢れんばかりになり、男が汽車、ザカートを持って出てもそれを受け取る者が誰もいなくなるまで、そしてアラブの地が、再び牧草地、ムルージュと川に戻るまで、審判の日は来ないであろう。経済的な豊かさ、あるいは特定の気候変動によって、アラブの地に牧草地や川が再出現することが予言されています。これらは今後数年のうちに起こることが予測されており、現在すでにアラブの各地でその兆しが見え始めています。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは、アラブの地が、再び牧草地と川に戻るまで、審判の日は来ないと予言されました。ここで注目すべきは、戻る、タウードという言葉です。これは、アラビア半島がかつては牧草地であり川が流れる地であったこと、そして将来再びその姿に戻ることを意味しています。では、現在は砂漠であるこの地が、太古の昔には本当に緑豊かな地だったのでしょうか。2012年、オックスフォード大学はマイケル・テトラリア教授率いる研究チームの結成を発表しました。彼らがアラビア半島の地形を調査したところ、現在広大な砂丘となっている場所の地下に、古代の河川網や湖盆の跡が埋まっていることが発見されたのです。オックスフォード大学の研究によれば、かつてアラビア半島には川が流れ、湖が点在する豊かなネットワークが存在していたことが科学的に証明されました。では、数千年前のアラビア半島のありさまを、誰がムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれに教えたのでしょうか。交通手段の変遷と現代の乗り物。また、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは、人々が動物に乗らなくなる時代が来ることを予言されました。これは当時のアラブ人には想像もできないことでした。なぜなら、家畜は重い荷物を運び、旅に不可欠な存在だったからです。聖クルアーンミツバチ章7節3章。
しかし、彼はこう仰いました。若いメスラクダ・キラースは放置され、交通手段として使われることはなくなるであろう。一部では、これはイエス、彼に平安アレンの再臨の時のことだと解釈されますが、それ以前の現代についても、彼は人間が作り出す新しい乗り物を予見するような言葉を残しています。私の共同体の終わりの時代に、サドルのようなものに乗り、モスクの門に降り立つ男たちが現れる。彼らの妻は着ているようで裸、薄着であり、その頭は痩せたラクダのコブのようである。ここで言及されている、蔵のようなものとは、現代の自動車の座席を彷彿とさせます。それは単なるラクダの蔵ではなく、何かに似た、新しい座席を意味します。さらに、その乗り物から降りてくる女性たちの描写、着ているようで裸、独特の髪型は、現代の贅沢を享受する人々の姿と驚くほど一致しています。経済と社会の変容。また、アッラーの死と、彼にアッラーの平安と祝福あれは、終わりの時代に商業が爆発的に普及することを予言されました。審判の日の前には、知人にしか挨拶しないこと、商業が普及し妻が夫の商売を手伝うようになること、血縁が断たれること、偽証と真実の隠蔽、そして、天の出現があるであろう。商業の普及、今日のグローバル経済の規模は計り知れません。妻が夫を助ける、女性が労働市場に集中的に進出している現状を指します。天の出現、世界中で識字率が向上しましたが、一方で宗教的な知識への関心は薄れ、知識が去っていくという予言と一致します。さらに、市場の接近についても仰いました。今日、人々は自宅にいながらにして世界中の市場と取引ができ、巨大なショッピングモールが隣り合わせに並んでいます。まさに市場が極限まで接近しているのです。概念の逆転と、ルアイビダの出現。終末が近づくと、人々の価値観が逆転することも予言されています。欺瞞に満ちた数年間が来る。そこでは嘘つきが信じられ、正直者が嘘つきと呼ばれ、裏切り者が信頼され、誠実な者が疑われる。そして、ルアイビダが発言するようになる。人々が、ルアイビダとは何ですかと尋ねると、彼は、公の問題について語る、つまらない、愚かな人間だと答えられました。現代の SNS などで、専門知識のない愚かな者が大衆を扇動し、誠実な訴えが無視される現状は、まさにこの予言の通りです。ムスリムの現状数の多さと影響力の欠如。最後に、諸国民がムスリムを攻撃するために群がってくることを予言されました。飢えた者が皿を囲むように、諸国民があなた方を襲うために呼びかけ合う時が近い。人々が、それは私たちが少数だからですか、と問うと、彼はこう答えられました。いや、あなた方は多数だが、洪水に浮く塵、ゴミのようなものだ。あなた方の心には、和反弱気が生じ、敵の心からはあなた方への恐怖が消える。それはあなた方が現世を愛し、来世への旅立ちを嫌うからだ。現在のムスリムの人口は膨大ですが、世界的な影響力は極めて限定的です。この予言がこれほどまでに当てはまる時代が、かつてあったでしょうか。アッラーの死と、彼にアッラーの平安と祝福あれは、審判の日の兆候の一つとして、地中から莫大な量の宝が吐き出され、その多さゆえに富に価値がなくなる時代が来ることを予言されました。彼はこう仰いました。大地はその間内部にあるものを、金や銀の柱のような塊として吐き出すであろう。すると殺人者はそれを見て、これのために私は人を殺したのだ、と言い、親族との絆を断った者は、これのために私は身内を裏切ったのだ、と言い、泥棒は、これのために私の手は切り落とされたのだ、という。そして彼らはそれを放置し、そこから何一つ取ろうとはしなくなるのだ。今日、地中から貴金属を抽出する技術は日々進化しています。将来、金や貴金属を容易に取り出せる高度なメカニズムが登場すれば、その価値は暴落し、人々はそれらに執着しなくなるでしょう。金の供給が過剰になり、需要が激減したとき、人々は後悔と苦痛を感じ始めます。なぜなら、彼らはこの、つまらない一時の富を得るために、数々の罪を犯してきたからです。殺人者は、これのために殺したと言い、泥棒は、これのために手を失ったと言い、そしてその多さゆえに誰も見向きもしなくなるという描写は、富の価値の完全な崩壊を意味しています。予言の的中と執筆の目的。すでに的中した、不可視の事象、外文に関するハディースや、今日私たちの目の前で起きている、審判の日の兆候に関するハディースは、数えきれないほど存在します。私の目的は、
すべての証拠を網羅することではなく、私のようなものにそれが可能でしょうか。各分野において代表的な証拠を提示することにあります。イスラームの世界的拡大、最後にして最大の吉報。私はこの本を、アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれが残したある輝かしい吉報で締めくくりたいと思います。それは、審判の日や大きな兆候が現れる前に、アッターの宗教、イスラームが地上のあらゆる場所、あらゆる家庭に届くという予言です。現在、この共同体、ウンマンには弱さや衰退が見られますが、その後に必ずアッターの宗教への力強い回帰が起こり、イスラームの偉大な普及が実現します。イスラームの栄光は、審判の日の前に必ず戻ってくるのです。地上のあらゆる泥の家、定住者の家にも、毛織物のテント遊牧民の家にも、アッターは必ずイスラームの言葉を届けられるであろう。さらに、審判の日の前には、ローマ、ルーミーヤも征服されることになります。コンスタンティノープルとローマ、どちらが先に開かれますかと問われた際、アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれはこう答えられました。ヘラクレイオスの都市、コンスタンティノープルが先に開かれるであろう。コンスタンティノープルは、この予言から800年後にメフメト征服王の手によって開かれました。世界が何と言おうと、ローマもいつか必ず開かれるのです。アッターが、その人たちへの約束を違えられると考えてはならない。イブラーヒーム書47節。私たちがアッターの宗教に立ち戻るとき、この運馬に栄光が戻ります。これは疑いようのない事実です。アッターにかけて誓う。アッターは必ずこの事柄、イスラームを完成させられるであろう。今日、私たちはすでにイスラームが日本からアメリカに至るまで、世界の東から西へと広がっているのを目にしています。現在、イスラームを知らない国は世界に一つもありません。さらに、彼はこの宗教が地の果てまで広がり、ムスリムの民が楽園の住人の半分、あるいはそれ以上を占めるようになるとも予言されました。私は、あなた方が楽園の住人の半分となることを切に願っている。地平線を埋め尽くすほどの偉大な共同体です。アッターの恩寵により、現在の弱さにもかかわらず、イスラームは実際に力強く広まり続けています。今日、イスラームは世界で最も急速に拡大し、最も大きな影響力を持つ宗教です。現在の世界は、イスラームか、あるいは他の宗教の残滓や世俗主義という形になっています。イスラームはやがて地上のすべての家庭に入り込み、この運馬に再び栄光が戻るでしょう。アッターにかけて、ローマは必ず開かれます。アッターがこの国々と人々を正しきへと導いてくださいますように。アッターフンマ、アーミーン主よ、どうか叶えてください。